皆様こんにちは、カピ SI ニュースのお時間です。本日は先日販売され、失礼しました。さて、おふざけはさておき、今回は MSI が8月27日に発表し、先日発売となったこちらの3商品を使用して1台ゲーミング PC を作ってみたいと思います。今回の構成はこんな感じ。メモリ、ストレージやファン以外は MSI 縛りのパーツ一式を使って、PC を製作すると、どれくらいのゲーム性能を発揮できるのか、そこも見ていきたいと思います。ケースの販売価格がまだ未定ですが、総額20万円くらいの構成になると思います。まず、今回特に注目しているのが新作マザーボードの MAGX570 トマホーク MAX Wi-Fi。こちらは9月3日に発売されたマザーボードとなります。今年に入り、各社が X570S というマザーボードを発売していますが、X570 チップセットといえば、2019年に発売されたマザーというイメージが強いと思います。以前の X570 マザーボードにはチップセットの冷却ファンが搭載されていたのですが、2年の歳月でファームウェアの改善などが進んだ結果、冷却面が改善されチップセットの冷却ファンが非搭載となりました。ここが X570 と X570S の一番の違いと言われています。それ以外にも細かな変更点などがあり、日本では未発売でしたが2019年のトマホークよりパワーアップしているということです。それでは開封していきましょう。開封するとまず見えてくるのはマザーボード本体。こちらは後回しにして付属品から見ていきましょう。付属品の一覧はこんな感じ。説明書やカタログ、ステッカーなどの紙類が一式、Wi-Fi アンテナ、SATA ケーブルが2本、M.2 のネジ、ドライバーインストール用の USB が入っています。USB なのがありがたいですね。付属品は以上です。それでは本体を見ていきましょう。本体の色味はガンメタとなっており、全体的に落ち着いた色味のデザインとなっています。マザーボードに余計な装飾を求めない方や、落ち着いた色合いが好きな方にはとても刺さると思います。各部ヒートシンクも厚みがあり、冷却面にも力を入れている印象があります。X570S の一番の変更点とも言えるチップセット部分をまずは見てみましょう。このようにファンがなくなっておりヒートシンクのみとなっております。小型ファンは動作音も気になりますし、ホコリが詰まって冷却も悪くなるので、冷却面で搭載しなくて問題ないのであればついていないに越したことはないですね。それにファンが壊れたら冷却が弱くなるのも怖いですしね。ではソケットを見てみましょう。ソケットは AM4 となっており、今までのマザーボードと変わりはありません。最新世代の CPU を使う場合は気にすることはありませんが、数世代前の CPU やアスロンなど対応してないものもあるので、使いたい CPU が使えるか対応表から確認してください。次に CPU の電源周り。CPU 補助電源は8ピンプラス4ピンとなっています。8ピンのみでも動作はしますが、オーバークロックや上位 CPU を使う場合は4ピンも挿すべきでしょう。電源フェーズは12プラス2プラス1、60A ドクターモスに対応し強力な電源回路を搭載しています。最上位 CPU の 5950X も問題なく使用できるでしょう。以前では上位マザーに搭載されていたものが、このクラスのマザーにも搭載されているのがすごい。VRM を冷却するヒートシンクも大型で、冷却性能は良さそうです。取り外してみるとこの部分の重量だけでも 392g。冷却に力を入れていますね。通常運用では冷却を過度に気にする必要はなさそうです。次にメモリ周り。メモリスロットは4スロットとなっており、OC メモリを使用することによって最高 5100MHz までサポートするとのことです。なんか年々メモリクロックがすごいことになってる気がするんだけど、高クロックメモリってめちゃくちゃ高いんですよね。現実的には3200から 4000MHz くらいをチョイスするのが妥当かなと思う。ストレージ系は PCIe の Gen4 に対応したスロットが2つと、SATA ポートが6つ。今では割と一般的な数ですね。M.2 には2スロットともにヒートシンクが搭載されており、追加でヒートシンクを買う必要はありません。そして今回の売りでもあるネットワーク面。有線は 2.5GB イーサに対応しており、無線は最新の Wi-Fi 6E を搭載しています。MAX Wi-Fi という名の通り、Wi-Fi が強化されていますね。実質に有線環境がないゲーマーさんには嬉しいと思います。拡張カードを搭載する PCIe のレーン周りはこんな感じ。一番上の ×16 スロットには金属補強が入っており、重たいグラフィックボードの重量でも耐えられるように設計されています。こちらのスロットのみ Gen4 にも対応しています。4スロットの内訳はこんな感じ。×16 が2スロット、×1が2スロットとなります。
次は I/O 周りを見ていきましょう。I/O 周りはこんな感じ。USB の数などは結構多くこれなら問題はないですね。ちなみに USB Type-C は Gen 2となっているので、外付けストレージを使って高速通信などができます。そして APU を使用する際には HDMI 出力は 2.1 に対応しており、4K60Hz での出力が可能となっています。5000G シリーズを使う場合にいいですね。また、オーディオ面も強化されており、最新のリアルテック ALC4080 のチップが搭載されています。背面端子の抜き差しした時のノイズを抑える機能もあるようです。その他端子などはこんな感じ。フロント用の Type-C ヘッダーも搭載されていますし、USB や RGB の端子も十分な量が付いております。詳細が気になる方はメーカーホームページを確認してみてください。それではマザーボードの紹介もこのくらいにして、実際に組み込みをしていきましょう。では、今回使うパーツの紹介もしながら組み込んでいきましょう。まずは CPU。今回は Ryzen 5 5600X を使用します。6コア12スレッドとなっており、かなり性能もいい CPU となっています。コア数とスレッド数も多いのでゲームだけではなく、動画編集用途などクリエイティブな用途でも性能を十分に発揮しますね。アーキテクチャも Zen 3になったことで全世代のデータやり取り面での弱点が改善されて性能が大きく向上した CPU となっています。次にメモリ。メモリは G スキルのトライデント Z の 8GB を2枚、合計 16GB を搭載します。こちらは DDR4 3200MHz 動作となります。今回は CPU のネイティブ対応に合わせてますが、マザーはもっとクロックの高い OC メモリも対応しているので、予算に応じてそういったものを使用してもいいと思います。ストレージは今回 M.2 を使用します。使用するのはウエスタンデジタルブラック SN750-500GB となります。信頼性耐久性速度ともに優れたモデルですね。今回の構成では Gen 4の M.2 も使用できるのですが、手持ちと現在価格の都合でこちらにしました。速度に関してはロマン的な部分もあるのでもう少し安いモデルでもいいかも。一通り組み込みも終わったので、ケースに組み込んでいきましょう。今回使用するケースは、MAG 版ピリック 300R という EATX 対応ケースとなります。このケースはまだ国内では未発売となるので、価格の参考にはなりませんがこちらを使っていきます。こちらはサイドパネルに強化ガラスを採用しており、取っ手を引くだけで簡単にサイドパネルが開けられます。とっても便利ですね。取っ手だけに、プリインストールされているファンはリアの1枚だけとなります。フロントにも大型のラジエーターが搭載可能ですが、トップにも 320mm までのラジエーターが搭載できます。本格水冷でも使えそうなケースですね。また、ケースには GPU のサポートステーが付いていたりします。これの強度は不安かも。CPU クーラーの対応は最大 175mm、GPU は最大 380mm となっています。大型の空冷クーラーでも問題ないですね。また、フロントには 140mm ファンが3枚搭載できるようなので、先日パソコン工房で買ってきた激安ファンをつけておきます。取り付けが終わるとこんな感じ。これで吸気も問題ないですね。あと、フロントパネルに LED ストリップが付いているのですが、給電は端子が接触することで通電されるみたいです。ケーブル処理をしなくていいのは助かりますね。ではケースはこのくらいで、マザーボードを組み込んでしまいましょう。さて、マザーが組み終わったら電源を紹介しながら搭載していきます。電源は新作の MAG-A650BN を使用します。この電源は実売がかなり安いので、コスパを重視する方には良さそうですね。必要最低限のケーブルを搭載した電源です。安い代わりにケーブルはプラグインタイプではないですし、ATX12V4 プラス4ピンが1つなのと、VGA6 プラス2ピンが2つなので注意は必要です。今回の構成では推奨がだいたい 650W 程度なのでこちらで十分なのですが、今後の乾燥や OC をするなら MPGA850GF などの容量のものをチョイスすべきです。OC をしない方やエントリークラスの GPU を使う方であればこれで十分足りるでしょう。なら X570S マザーじゃなくていいじゃんってそこは新作紹介だから察してください。電源の取り付けも完了したので、次は簡易水冷ですね。今回、簡易水冷はトップに設置してみようと思います。使用するのは MAG コアリキット 280R。こちらも新作なのですが、140mm ファンを2枚搭載しているので、冷却面ではかなり期待はできそうです。
こちらはちょっと変わっていて、ポンプがラジエーター側に搭載されているのでヘッド部分はコンパクトです。また、ヘッド部分は270度回転するのでエンブレムが逆さになることはありません。ドラゴンの主張は強めなので日本人の好みは分かれるところだと思います。海外ではドラゴンエンブレムは好評のようなので、日本人が少数派なのでしょう。冷却面は銅製ベースプレートとなっているので冷えそうですね。まずは付属のファンを取り付けていきましょう。フィン部分は透明なので RGB が映えそうですね。もともと防振ゴムもついていていい感じ。ファンの取り付けが完了したら配線処理ですね。分岐ケーブルを接続しておきます。ここまでやったらあとは組み込み。ケースの天面にファンを組み込んだラジエーターを取り付けします。ラジエーターを取り付けたら簡易水冷ヘッドの取り付けをしましょう。ヘッドの取り付けは AM4 の純正ブラケットが利用できるのですごく簡単です。リテンションブラケットをスライドして取り付けし、あとは付属のネジで固定する形です。では CPU に染み押しグリスを塗布して、ヘッドを固定しましょう。最後はグラボを搭載しましょう。グラフィックボードは、GeForce RTX 3060Ti、ゲーミング X、8GB、LHR を使用します。こちらは先日台風の中パソコン工房で購入してきました。なんと79,28円で購入できたのでせっかくなので使っていきます。いやー、新品はやっぱりいいね。ゲーミング X は比較的コンパクトな方なので、ケースを選ばないのがいいですね。グラボを搭載したら配線をして、サイドパネルを閉めて完成です。それでは少し完成後の PC を眺めましょう。完成しました。いやー、なかなかかっこよくないですか？ほぼ MSI 縛りで組んでみましたが統一感があって良い感じです。では性能を確認していきましょう。今回は CPU の OC などの設定を詰めるような作業は行わずに測定していきます。初めて自作する人もこの構成で組めばこのくらい動くという参考にしていただけたらと思います。あ、でもメモリだけ XMP プロファイルを当てて、3200MHz 動作にしますね。では、まずは CPU 性能の確認。ベンチマークにはシネベンチ R23 を使用します。チップセットの温度も気になったので、右に表示させておきました。ベンチマーク時の最大温度が54度程度だったので、チップセットファンがなくてもしっかり冷却されているようです。さて、そろそろ、結果はこんな感じ。マルチが11,270、シングルが1536でした。さすが全3の 5600X。これだけ出ていればゲーム性能で困ることはそうそうないでしょう。次にストレージ性能。これはクリスタルディスクマークを使用してスコアを計測しました。スコアはこんな感じ。リードは高承知オーバー、ライトは 400MB 毎秒低い数値が出ました。ベンチマーク中のストレージ温度は最高55度でした。ちゃんと冷えてます。次に私が動画編集に使っている、ゆっくりムービーメーカー4で動画を出力してみました。しっかりと13分20秒ほど編集したものを書き出してみたところ、書き出し時間は6分35秒程度でした。書き出しもなかなか早くて良き、ゲーム性能も測るため、ベンチマークも回しました。ベンチマークは FF15 ベンチを使用します。このクソーモベンチで FPS がどのくらい出ているかも MSI アフターバーナーを使用して表示をさせておきました。左からフル HD、WQHD、4K となります。平均 FPS を見るために終盤までカット。フル HD、WQHD、4K でのスコアと平均 FPS はこんな感じ。やはり 4K 高品質でのプレイは厳しいか、WQHD 程度に収めるか、設定を下げてのプレイがちょうど良さそうですね。それではベンチマークはこのくらいにして、実際のゲームを数タイトルプレイしてみます。3タイトルをプレイしてみました。左からフォートナイト、エイペック
Apex、バロラントとなります。フォトナとエペは競技設定となってます。それぞれの FPS はこんな感じ。Apex のみ240張り付きは厳しそうですが、近いスコアは出ています。この構成なら性能のいいゲーミングモニターを買っても問題なさそうですね。では重いタイトルもやってみましょう。今回は重量級のタイトルとしてサイバーパンクをプレイしました。サイバーパンクもフル HD であればプレイに支障はなさそうな感じ。ダブル QHD だと少しカクつく時がありました。ここら辺は設定を詰めたりすればできそうな感じでしたね。フル HD でレイトレと DLSS をオンにしてみるとこんな感じ。FPS が下がるかと思ったら少し上がってる。DLSS ってすごいんだね。フル HD であればレイトレを適用してのプレイも問題なさそうです。それではゲームもこのくらいでまとめに入りましょう。ということで今回ほぼ MSI 縛りで約20万のゲーミング PC を1台作りました。お値段は張りますが、見た目にもかっこいい PC ができたと思います。今回の構成で作ればフル HD なら軽いゲームなら 240Hz のゲーミングモニター利用も可能なゲーミング PC が組めます。また、重いゲームもフル HD ならそこそこなフレームレートが出ました。ゲーミング PC を持っていなくて、今後 MSI でゲーミング PC を組みたいなという方に一つの参考にしていただけたらなと思います。また、今回 X570S のマザーを使用しましたが、冷却面の強化や、通信面の強化はなかなか良かったです。X570 の弱点をしっかり克服したものでしたね。しかし、チップセットファンが気にならないのであれば価格的にも、通常の X570 や B550 なんかもいいと思いました。正直この価格では高く感じてしまいますしね。ここら辺は好みと予算ですね。X570S を買って OC とかするなら、電源も MPGA850GF とかにした方がいいね。どこに力を入れてどこを削るか考えるのも楽しいしね。視聴者さんが考える MSI 縛り構成があったらぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。肩と首が、編集しすぎてヤバタニエン。